まぶたを彫ってるんですけど、まぶたとまつげね、そんなにね展示した状態だと見えないくなっちゃうところなんですよ。ただ割と表情としては大事なところなので、そこをうまく出せるように、見えないけれどもちゃんと表情として宿ってるように見せるように気をつけながら彫ってますね。どう数えるかっていう問題なんですけど、ただこう鼻とか口とかの数は16ですね。16っていう数に意味があるわけではなくて、この顔の大きさと、顔の幅、それとこの円環になってる形のバランスを考えると、自然といくつも試してみたんですけども、今は16っていう数で落ち着いています。最初はね、横並びで6、7個だけだったんですよ。いっぱいこうつなげることで、普段見せない表情とか、いろんな感情の揺れだとか、あとは時間の流れだとか、そういったものが表現できるなっていうふうに考えたんですね。でそこからだんだんとこう発展していって、その顔がこう横並びに6つ7つだったものが、意外とこれぐるっと回せるんじゃないかなっていうふうに気がついて、そうするとこう始まりも終わりもないっていうような状態になるから、そういうものをイメージして作り始めましたね。僕が表現者として考えているのは、どういうこう表現に関しても反復っていうことから逃れられないっていうふうに思っているんですね。それを退屈だと捉えるのか新鮮と捉えるのは人それぞれだと思うんですけども、その逃れられないっていう状態を一つの像として示すことで、今自分が思っていること、その逃れられないって思っていることを定着させたいなというふうには考えてますね。彫ってないですけどね、これが彫り切って最終的にはここにもう一つ反復の彫刻作品として収まって彫りの完成になるんじゃないかなと思ってます。まずその形の面白さ、なんで顔がいくつもあるんだろう、手がいくつもあるんだろうっていう、そういう何かね、得意なものっていうような興味の引き方から、いろいろ調べていくと、まだ、そういった顔がいくつもあるような像っていうのは悟りを開く前の像なんだっていうことを知ったわけですね。悟りを開く前っていうのは迷いの最中にあるっていうことだと思うんですけど、その迷いの最中にあるっていうことを我々人間に当てはめてみてもいいのかなっていうふうに考えて、そうするとこう仏像ではないけども迷ってる姿っていうのを彫刻にするとしたら、顔がいくつもあったりとか手がいくつもあったり、そういう少し人間本来の姿からかけ離れてる姿で表現しても、いいのかなというふうには思いましたね。
僕が今50代になってだんだんやっぱり年齢がこう高齢化していってるじゃないですか。で怖いものが老いなんですよね。だんだん体が動かなくなっていったりとか考えが硬直しちゃったりとかそういったものがだんだんとこう近づいてきてる感覚っていうのはあるので、その老いに対する自分の考えみたいなものを形にするっていうのはもしかしたらある時期では必要かもしれないなと思うんですよ。このね作品は若い女性像なんだけど、若さを求めてるっていう感覚ももしかしたら自分の中であるのかもしれないんですよね。その若さみたいなものをここ数年続けて表現していった手前、自分の実年齢と少し離れていってるんですよね。なのでその感覚っていうのが自分が考えてる若さみたいなものとこうズレが出てくるんじゃないかっていう怖さ、それが老いだと思うんですけど、肉体的な老いもそうだけど感覚的な老いみたいなものに対して結構怖さはありますよね。だから普遍性があるものが美術作品だったとして、その普遍性を求めているとそのやってること自体がちょっとずれ始めてきちゃったら怖いなっていうような、そういう恐れはあります。例えばね、これがもう僕がいなくなって100年とか経った時に資料か何かで金巻っていう作家はこういう作家だったんだっていうような読み解き方はするかもしれないけど、それでもまだこの作品自体は100年前に作られたものだけど何かしらの見る人に訴えかけるね感覚があってほしいなっていう気持ちはありますよね。